理解説。あと一つだけ。視聴者が選んだ旧シリーズ最高傑作。刑事コロンボ神回ベスト10パート2。レイム。今日は前回大反響をいただいた、刑事コロンボ旧シリーズ傑作選の第2弾をやっていくぜ。待ってました。前回は視聴者さんからたくさんのコメントをもらったけど、実は内容の間違いについても厳しいご指摘をいただいちゃったんだよね。あの時は手厳しいけど愛のあるツッコミをたくさんもらったぜ。ありがとな。今回はその恩返しに、パイロット版2作を含む旧シリーズ全45話を改めて全編見直し、資料も徹底的に洗い出したぜ。マリサ、本気だね。小池浅尾さんのうちの神さんがねっていう名台詞が脳内で再生されるくらい、徹底的にコロンボの世界に使ってきたぜ。今度こそ、ファンの皆さんも納得の神回の深淵に迫っていくぜ。マリサ、気合が入ってるね。コロンボ警部補のあと一つだけっていうあの独特の追い詰め方や、犯人とのスリリングな心理戦をまた見られるなんて楽しみだわ。期待を裏切らない傑作選をお届けするぜ。それじゃあ、10位から順に紹介していくから、最後までじっくり見てくれよな。第10位。第42話、美食の報酬。第10位は1978年放送の第42話、美食の報酬だぜ。旧シリーズ全45作の中で以外にも初めて毒殺を扱ったエピソードで、料理評論家という犯人の肩書きをフルに活かした知能的な犯罪が描かれているのぜ。料理評論家が犯人なんて、いかにもグルメなコロンボらしい設定だね。その人はどうして殺人を犯しちゃったの？犯人のポール・ジェラードは、裏で多額の賄賂を受け取って店を評価する不正を働いていたんだ。それを告発しようとした店主を、フグの猛毒、テトロドトキシンで毒殺したんだぜ。ちなみに、劇中でフグとして映っている魚は、どう見てもトゲだらけのハリセンボンなんだけどな。猛毒の名前まで出すなんて本格的だけど、見た目がハリセンボンなのはちょっとお茶目だね。フグの毒は日本では有名だけど、それをどうやって使ったのか気になるわ。ここが驚きのトリックなんだが、彼は未開封のワインボトルに、ガスカートリッジ式のオープナーの細い針を刺して、外側から毒を注入したんだ。劇中でフグとして映っている魚が実はハリセンボンだったり、包んでいたのが日本の新聞紙だったりと突っ込みどころもあるけど、日本人俳優の真岩松さんも出演している見どころ満載の回だぜ。未開封に見えて実は毒入り。怖いトリックね。コロンボはどうやって彼を追い詰めたのかしら？最後は、コロンボ自慢の料理を使ったおとり捜査で決着だ。コロンボが父譲りの牛肉の炒め焼きを振る舞ってジェラードを油断させ、あえて自分を殺す機会を与えるんだ。ジェラードがコロンボのワインに毒を持ったのを見越してグラスを入れ替えようとし、毒が入っていることを知っているジェラードが飲むのを拒んだことで、彼の殺意を証明してみせたんだぜ。自分の毒に自分が怯えるなんて、まさに自業自得だね。コロンボの料理の腕前やイタリア語の知識も光っていて、本当にかっこいい回だわ。犯人に料理人になるべきだったと言わせるほどの腕前は必見だ。ミステリーとしても、コロンボの人間的な魅力が詰まった思考の一本なのぜ。第9位。第29話、歌声の消えた海。1975年。第9位は、1975年放送の第29話、歌声の消えた海だぜ。この回は、0011ナポレオンソロで有名な、名優ロバート・ボーンが犯人を演じていて、シリーズの中でも特に人気が高い娯楽作なのぜ。豪華客船が舞台なんだよね。コロンボ警部って、確か検証で当たった旅行で船に乗ってたんじゃなかったっけ？お休みの日まで事件に巻き込まれるなんて大変ね。その通りだぜ。姿は出ないが、神さんと一緒にメキシコへの船旅を楽しんでいる最中に事件が起きるんだ。犯人のダンジガーは、不倫をネタにゆすってきた歌手を殺害するために、心臓発作を装って医務室に入り、完璧なアリバイを作った上で犯行に及んだんだぜ。お医者さんに血圧を測ってもらっている間に、抜け出して犯行に及ぶなんて、大胆な計画だわ。でも、コロンボはどうして彼が怪しいって気づいたの？鋭いぜレイム。きっ
かけは医務室の床に落ちていた一枚の羽毛だったんだ。本来、病院の枕には羽毛は使われないはずなのに、なぜそこに落ちていたのか。そこからコロンボは、犯人が枕を使って銃声を消したことを見抜き、ダンジガーをマークし始めるのぜ。そんな小さな羽毛一枚から。さすがコロンボ警部ね。でも、船の上だと鑑識の仲間もいないし、証拠を見つけるのは難しいんじゃない？そこがこの回の最大の見どころだぜ。コロンボは鉛筆の削りカス、つまり黒鉛を粉にして、犯人が使ったゴム手袋の内側から指紋を検出してみせたんだ。特別な道具がない状況で、身近なものを使って真実を暴く姿はまさに職人芸なのぜ。鉛筆の粉で指紋を見つけるなんてすごい。コロンボの執念が実った瞬間だね。最後、日本語吹き替え版独自の演出で、コロンボが鼻歌を歌いながら、ダンジガーさーんと呼びかけて追い詰めるシーンは、今見ても最高にスカッとするぜ。犯人の隙を突く鋭さと、人情味あふれるコロンボの魅力が凝縮された一本なのぜ。第8位。第13話、ロンドンの傘。第8位は、1972年放送の第13話、ロンドンの傘だぜ。シリーズ初の海外ロケ作品で、霧の街ロンドンを舞台に、シェイクスピア俳優の夫婦とコロンボが火花を散らす異色作なのぜ。海外ロケなんて豪華だね。コロンボ警部って、トレンチコートを着て、ロンドンの街を歩いていても全然違和感がなさそう。ああ、ビッグベンを見上げて、自分の腕時計の方が正確だと自慢するお茶目なシーンもあるんだ。今回の犯人はニコラスとリリアンっていう舞台俳優の夫婦で、パトロンを誤って殺害し、階段からの転落死に見せかけるんだぜ。リリアン役の岸田京子さんが放つ、ひじじいっていう強烈なセリフは、ファンの間でも語り草だぜ。ひじじい、すごいインパクトだね。俳優さんだけあって、嘘を突き通す演技もうまそうだけど、どうやって解決したの？決め手は、犯行現場で被害者が壊した真珠のネックレスだぜ。犯人夫婦は、真珠の玉が自分たちの傘の中に、紛れ込んだんじゃないかって不安に怯えるんだ。そこをコロンボに疲れたのぜ。最後、蝋人形缶ですり替えようとした傘の中に、コロンボが指先で真珠を引き入れて、あたかも最初から入っていたかのように見せかけたんだ。それって証拠を捏造したってこと？コロンボ警部にしてはかなり危ない橋を渡っている気がするけど。ああ、かなり反則に近い心理トラップだぜ。でも、自分の傘から真珠が出てきたのを見たニコラスは、罪の意識で完全に精神が崩壊しちまうんだ。最後は、マクベスの独白を絶叫しながら逮捕されるっていう、悲劇的で演劇的な幕引きがたまらないのぜ。第7位。第4話、指輪の妻と、1971年。第7位は、1971年放送の第4話、指輪の爪痕だぜ。犯人役はロバート・カルプ。この人はシリーズに3回も犯人役で出てくる常連さんで、本作はその偉人となる初期の傑作なのぜ。探偵社の社長が犯人なんて、まさにプロ同士の対決って感じでワクワクするわね。でも、探偵なら証拠を残さないようにうまくやりそうなものだけど、そこがこの話の面白いところでな。犯人のブリマーは不倫調査をしていた依頼主の妻を、逆上して殴り殺しちゃうんだ。計画的じゃない、傷害致死に近い犯行なんだけど、彼は元警察官の知識を活かして冷静に遺体を隠蔽し、あろうことか依頼主の協力者としてコロンボと一緒に捜査を始めるんだぜ。ひえー、自分が犯人なのに一緒に捜査するなんて、度胸があるというかずる賢いわね。コロンボ警部はどうやって彼を疑ったの？コロンボは遺体の方に残った小さな傷から、ブリマーがはめていた大きな指輪に目をつけたんだぜ。そこで、私は運命論者でしてねなんて言いながら、手相を見る小芝居を打って、さりげなく犯人の手を観察するシーンは最高にクールなのぜ。手相見なんて、コロンボらしいユニークな追い詰め方だね。でも、決め手は何だったのかしら？とどめはまさかの、ジャガイモだぜ。コロンボはブリマーの車の排気管にジャガイモを詰めて故障させ、強制的に修理工場へ向かわせるんだ。さらに、被害者のコンタクトレンズが車に残っているかもと心理的に揺さぶりをかけて、
焦ったブリマーが証拠を隠そうと車を覗き込んだ瞬間を抑えたんだぜ。ハイテクな設備を持つ探偵相手に、ジャガイモで勝つなんてアナログなコロンボの真骨頂だわ。最後、運命なんて信じないと言い放つセリフも痺れるね。ああ、手相見が全て計算だったとわかるラストは鳥肌ものだぜ。劇中で犯人がコロンボの汚れたネクタイを拭いてあげるシーンが実はアドリブだったり、細部まで見どころがぎっしり詰まった神回なのぜ。第6位、第9話、ファイル D3 の壁、1972年。第6位は1972年放送の第9話、ファイル D3 の壁だぜ。死体が見つからない限り殺人と断定できないっていう、死体なき殺人をテーマにした、シリーズ屈指の頭脳戦が楽しめる一作なのぜ。死体がないのにどうやって追い詰めるの？なんだか難しそうだけど、犯人はどんな人だったのかしら？犯人のエリオット・マーカムは知的な建築家でな。自分の理想とする都市開発プロジェクトを中止させようとした実業家某を殺害し、建設現場の巨大な杭、つまりパイルの中に遺体を埋めて隠蔽したんだぜ。某が死んだとバレると遺産が凍結されて資金援助が止まってしまうから、あえて行方不明に見せかけたのぜ。なるほど、建設中のビルに埋めちゃえば、一生見つからないって考えたのね。コロンボ警部はどうして彼を疑ったの？きっかけの一つはカーラジオだぜ。カウボーイ気質でウェスタン好きの被害者の車なのに、ラジオの選曲が犯人の好きなクラシック音楽になっていたんだ。コロンボはそんな些細な矛盾から、この作品で初めて監督も務めたピーター・フォークらしい、粘り強い捜査を展開するのぜ。ラジオの選曲一つで、そこからどうやって遺体を見つけたの？ここが最高の逆転劇だぜ。コロンボは莫大な公費を投じて、怪しいパイル D3 を一度掘り起こすんだ。でもそこには死体はなかった。一度空振りに終わらせることで、ここは一度調べたからもう安全だと犯人に思い込ませる、二段構えの罠を仕掛けたのぜ。犯人を油断させて、自ら遺体を運ばせるように仕向けたんだね。その通りだぜ。深夜の現場に死体を移しに来たマーカムを、ヘッドライトで照らし出すラストは圧巻だ。モス医師に禁煙を勧められて、最後に一服しようとした葉巻を投げ捨てるシーンも、物語の終わりを感じさせる名演出なのぜ。第5位、第21話、意識の下の映像、1973年。ねえマリサ、第5位はどんなお話なの？タイトルが、意識の下の映像って、なんだかミステリアスな感じがするわ。第5位は1973年放送の第21話だぜ。ロバート・カルプ演じる心理学者のケプルが、サブリミナル効果を殺人に利用した、当時としてはめちゃくちゃ斬新なエピソードなのぜ。心理学者が犯人なのね。でも、映像を使ってどうやって人を殺すの？直接殺すんじゃなく、ターゲットを誘い出すんだ。ケプルは被害者に塩分の強い高級キャビアを食べさせておいて、上映中に飲み物のカットを混ぜた映像を見せたんだぜ。喉の渇きを我慢できなくなった被害者が部屋を出たところを、狙い通りに撃ったのぜ。人の意識を操って行動をコントロールするなんて、恐ろしい計画だわ。犯人もかなり手慣れた感じだったのかしら？ああ、撃たれて倒れる被害者の横を、ケプルが颯爽と通り過ぎるシーンはファンの間でも必見と言われているぜ。ちなみに、演じたカルプは出た3作品とも、全部同じネクタイとスーツを着ているっていう驚きのトリビアもあるのぜ。へえ、そんなこだわりがあったんだ。でも、そんな完璧な心理学者に、コロンボ警部はどう対抗したの？ここが最高に痺れるぜ。コロンボは、証拠の後継変換器が電気スタンドに隠されていると見抜いて、逆に自分たちがそこを調べているサブリミナル映像をケプルに見せるんだ。上映後、たまらず隠し場所を確認しに行った犯人を、カメラマンを連れて現行犯で抑えたのぜ。犯人の得意技で仕返ししちゃうなんて、コロンボ警部ってやっぱりすごいわ。最後、フラッシュを浴びて観念したケプルが自分のおかげだと強がるけど、その目が涙ぐんでいるのが印象的なんだぜ。まさに心理戦の頂点とも言える神回なのぜ。第4位、第41話、死者のメッセージ、1977年。次は第4位だね。どんな事件が待っているのかしら？
第4位は1977年放送の第41話、死者のメッセージだぜ。当時81歳のルース・ゴードンが演じる、人気女優作家アビゲイルが犯人なんだ。彼女は、最愛のメイを殺したと確信しているエドモンドを、自宅の巨大金庫室に閉じ込めて窒息死させたんだぜ。メイへの復讐という、犯人に同情したくなる動機があるエピソードなのぜ。ミステリー小説の巨匠が犯人なんて、コロンボ警部にとっては手強い相手になりそうだね。どうやって解決したの？アビゲイルはエドモンドの車のキーを捨てられずに持っていたりとミスもしていたが、決め手は被害者が暗闇で残したメッセージだったぜ。エドモンドは金庫の中で自分の爪に塗料をつけて、新作原稿に印を残したんだ。コロンボはわざとその原稿を不自然な場所に置いて、彼女に発見させることで、彼女が金庫の中身を熟知している犯人だと証明したのぜ。なるほど。犯人にしか気づけない異変を自ら指摘させちゃうなんて、やっぱりコロンボ警部は鋭いわ。だが、ここからがこの回のハクビなんだぜ。最後、観念したアビゲイルは、特別扱いしてもらうわけではないが、この歳だし、害のない人間だし、と、見逃してほしいとすがるんだ。だがコロンボは、先生も私も立派なプロですからと諭すんだぜ。動機には同情しても、プロとして責任から逃避させない。警部の揺るぎない刑事哲学を感じる名シーンなのぜ。先生も私もプロ。その一言に、コロンボ警部の敬意と厳しさが詰まっているんだね。ただ悲しいだけじゃない、重みのある決着だわ。第3位。第36話、魔術師の幻想、1976年。第3位は1976年放送の第36話、魔術師の幻想だぜ。犯人役は刑事コロンボにおける名犯人役の巨匠ジャック・キャシディ。これが彼のシリーズ3度目の登場にして、惜しくも遺作となった作品なのぜ。魔術師が犯人なんて、なんだか華やかなエピソードになりそうだね。でも、どうして殺人を犯してしまったの？犯人のサンティーニにはナチス親衛隊員だったという隠された過去があってな。それをネタにゆすってきたクラブオーナーのジェロームを射殺したんだ。自分のショーの目玉である水槽の幻想の最中に、箱の底から脱出してアリバイを作るっていう、手品師ならではの大胆なトリックを使ったんだぜ。自分のマジックをアリバイ工作に使うなんて、まさに魔術師の犯行だね。コロンボ警部はどう対抗したのかしら？この回ではコロンボが神さんに新調してもらった窮屈なコートを着ていて、まるで銀河鉄道999の車掌さんみたいな姿で登場するのも見どころだぜ。解決の決め手になったのは、最新式のタイプライターだったんだ。ジェロームが告発状を打つのに使ったプラスチック製のタイプリボンには、一度打った文字の形がそのまま残る性質があったのぜ。手品の仕掛けは見抜けても、最新機器の落とし穴には気づかなかったんだね。そうだぜ。コロンボはそのリボンを光に透かして、犯人が隠し通そうとしたナチスの過去を白日の元にさらしたんだ。最後、どんなに巧妙にマジックを駆使しても、完全犯罪なんてないもんですよと言い放つ警部のセリフが、最高に決まっている一作なのぜ。第2位。第40話、殺しの序曲、1977年。第2位は1977年放送の第40話、殺しの序曲だぜ。IQ140 以上の天才だけが入会できるシグマクラブを舞台に、コロンボが知能指数の壁に挑むシリーズ屈指の頭脳戦なのぜ。天才ばかりが集まるクラブでの事件なんて、証拠を見つけるのも一苦労しそうだね。ああ。犯人のオリバー・ブラントは、横領を暴こうとした相棒を射殺。レコードプレイヤーのアームが動く力でサインペンを倒し、そのペンが机の上の重い大辞典を叩き落とすことで、死体が倒れる、ドシンという音を偽装したんだ。自分は開花で他の会員と一緒にその音を聞くことで、完璧なアリバイを作ったのぜ。ペンを使って辞書を落とすなんて、物理法則まで計算した天才の犯罪だわ。コロンボ警部はどうやってその仕掛けを暴いたの？コロンボは現場でわざとデタラメな実験を演じたんだ。爆竹の振動で辞書が落ちたという間違った説明をな。すると、自分を天才だと誇り、周囲を馬鹿にしていたブラントは、警部の無能さに耐えきれず、
違う、こう置くんだ、と。仕掛けのコツを自らの手で完璧に実演して自爆したんだぜ。自分の知性を証明したいという自尊心が、そのまま犯行の証明になっちゃったんだね。そうだぜ。劇中では一袋だけ重い偽金貨を一度の計量で見つける金貨の問題や、最後には借用、外泊、敗北、欠勤の中から仲間外れを探すクイズも出てくる。コロンボは無断をつけられない敗北が正解だと解き明かし、ブラントにその知能を認めさせたんだ。地道な努力が天才の慢心を打ち砕いたんだね。最後、自分を盆栽だという警部に対し、犯人が君をそう信じさせた奴はバカだと吐き捨てる皮肉な決着もスカッとするわ。ああ。知能をめぐる意地の張り合いが、鮮やかなオチとなって幕を閉じる神回なのぜ。第1位。第26話、自爆の日も、1974年。栄えある第1位は、1974年放送の第26話、自爆の紐だぜ。強靭な肉体とカリスマ性を持つ健康クラブの経営者、マイロジャナスが立ちはだかる。シリーズの原点にして至高の傑作なのぜ。ついに第1位だね。健康クラブの経営者が犯人なんて、強敵そうだけど、コロンボ警部はどう戦ったのかしら？犯人のマイロは、自分の不正を暴こうとした支店長を殺害し、バーベルの下敷きにして事故に見せかけたんだ。彼はあらかじめ録音した被害者の声を使って、今トレーニング着に着替えたところだと電話があったように装う。完璧なアリバイを作ったのぜ。この回は、あまりに不遜なマイロの態度に、コロンボが珍しく本気で激怒するシーンも見どころなんだぜ。コロンボ警部が激怒するなんて、よっぽどひどい犯人だったのね。でも、完璧なアリバイがある相手をどうやって追い詰めたの？犯人の相方バディの背後に、日本車のダットサンフェアレディ SR サニチ1が映っていたりと見どころも多いが、決め手はスニーカーの紐だぜ。コロンボは、遺体が履いていた靴の結び目が、被害者自身の靴とは左右逆になっていることに気づいたんだ。これは、他人が正面から紐を結んだ決定的な証拠で、被害者が自分で着替えていないことを示しているのぜ。つまり、マイロが主張した自分で着替えたという電話は成立しなくなるんだ。遺体が見つかる前に、彼がトレーニング着姿であることを知っていたのは、着替えさせた犯人だけ。アリバイのために口にした嘘が、そのまま自爆の証拠になったのぜ。小さな靴紐の結び目から真実を導き出すなんて、アリバイ工作が逆にあだになっちゃったんだね。その通りだぜ。被害者の靴紐を逆向きに結んだことで、自らの首を絞める結果になった。まさに自情自爆と自爆をかけたような、絶品の放題なのぜ。一切の反論を許さず、論理の積み重ねだけで、チェックメイトを告げるコロンボの姿は、まさにシリーズ最高峰の逆転劇だぜ。総評、まとめ。さて、全10話にわたってお届けしたパート2はどうだったかな？刑事コロンボ級シリーズは、犯人とコロンボの手に汗握る演技合戦こそが最大の魅力だぜ。本当にどのお話も、犯人のプライドや悲哀が丁寧に描かれていて引き込まれちゃうね。吹き替えの小池浅尾さんの声も、やっぱり唯一無二で素敵だわ。ああ、小池さんのあの語り口があるからこそ、コロンボの鋭さと人間味が際立つんだよな。全45話の旧シリーズには、まだまだ語り尽くせない名シーンが山ほどあるぜ。またいつか、続きが聞けたら嬉しいな。皆さんの好きなエピソードや、コロンボへの思い出もぜひコメントで教えてね。おう、楽しみにしてるぜ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をよろしくな。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。